日本車の値段がとんでもなく上がっているんですよ。先日、アメリカのフロリダ州でミカムというオークションが行われました。今まで記録的に日本車と、日本車以外のスーパーカーの値段がもう爆発的に上がったことについて今日レポートをさせてください。スティーブテック視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。視聴者の中ご存知じゃない方もいるかもしれませんが、若い時からもお父さんの影響で車にものすごい興味があります。若い時からもそうだし、もう大人になってから自動車オークションに何回も参加させていただいたことがあります。実は日本からも車を持ってきてアメリカのオークションに流したりという経験もある中で、先日行われたばかりのミカムオークション。キシャミというフロリダ州のキシャミという町で行われたのですが、今までの流れからいくと、日本車以外にもスーパーカーなどの車が徐々に上がっている中で、今年何か本当に異変が起きたほどのとんでもない記録的な、値段が出ました。日本車は特に目立ちます。そして始まる前に重要な知らせがあります。2月13から15日の間、インテックス大阪で大阪オートメッセが行われます。私はアメリカから行きます。参加させていただきます。6D 交換にスティーブテキテンのブースがあるのと、友達の業者さんのところにも回ってサイン会と新しいグッズ、もう独占グッズ、このイベントのために作った限定グッズを持っていくので、ぜひ現地でお会いしましょう。日本車の話に行く前に、世界のスーパーカーの結果、トップ9からぜひご紹介させてください。価格順で紹介させていただきます。1992年、フェラーリ F40。素敵な車ですよ。737キロしか走ってないアメリカ仕様のものだと思うんですが、落札されました。なんと、660万ドル。というのは日本円にすると、チキン10億2300万円ですよ。すんごい価格になりましたよね。びっくりです。次、2015年式、ラ・フェラーリ。157マイルしか走ってないです。走行は253キロになります。落札されました。671万ドル。というのは日本円にすると、10億4050万円かな ?10 億超えましたよ。ラ・フェラーリが。すごいよね。次は特にこの車は私は大好きなんで、特に古いフェラーリの中で一番素敵な綺麗な車両だなと思うのは、1985年フェラーリ288にパチパチ GTO ですね。この車は右ハンドル車。もしかしたら日本に昔にあった車両かわかりませんが、2008キロしか、走行してないです。落札されました。852万5000ドルです。日本円にすると、13億2137万5000円になります。13億ですさすげえ。2017年式、ラ・フェラーリ・アペルタ、もうオープンですよね。スパイダーですよね。96マイル走行、154キロ、もう新車ですよね。落札されました。1100万ドルです。というのは日本円にすると、17億500万円になります。17億円ですね。すごいです。次は2003年式、フェラーリ・エンソー。ロッソディノという色です。この色はこの1台しか存在してないということです。3700マイル走行、5955キロ。はい。1111万ドル。なんと17億2000万円を超える額になります。1995年式フェラーリ F50、252マイル走行406キロ。1221万ドルで売りました。日本円だと19億になります。そんなにはるか昔はね、そんなもう1億とか2億3億の時があったんですよね。あっという間ですよ。1966年式初アメ車フォード GT40
MK2、ライトウェイト、ファクトリーライトウェイト、まあ、レースカーですよね。3台しか作られてないうちの1台です。落札されました。1237万5000ドルになりました。19億を超える額になります。アメ車ですよ。アメ車。もうそんなにはるか昔はね、2、300万ドルとかの話だったんですよね。すごい。これはトップ2になります。2003年フェラーリエンソー1044キロ走行1787万5000ドルで落札されました。なんと27億7000万円になります。演奏ですよ、演奏。すんげえ車だと思う。27億を超える。最後、トップ。ちなみに、このトップの車は私の、友達って言ってもいいのかな。有名なコレクターの方が買いました。デイビッド・リーさんっていう、ロサンゼルスにいる時計や、フェラーリコレクターのデイビッド・リーさん。昔からの知り合いっていうか、友達で呼んでもいいのかな。1962年、フェラーリ 250GTO。レストアされたことは一度もありません。全くオリジナル車両。びっくりですよ。びっくりですよ。3850万ドル。というのは、ほぼ60億円ですよ。60億円で落札された1962年のフェラーリにびっくり。それよりも、デイビッドさん、時計のビジネスはいいですよね。すんげえよな。彼のコレクションはさらにすごくなりました。そしてよく考えると、このトップ9、紹介させていただいたトップ9の中、フォード1台以外は全てはフェラーリですよね。やっぱりね、世界一のね、スーパーカーというか、知名度の高いものが一番レアな、欲しがりのあるものを作ってるのはフェラーリですよね。素晴らしいことです。次は日本車に行きましょう。安い順から高い順に。もう高い一番トップのやつは一番驚くと思うんですが、なかなかこの下から安いって言われても全然安くはないですよ。全然安くはない。この中では日本仕様の右ハンドル車もあり、アメリカ仕様のものもあります。アメリカ用に作られた日本車のことです。安い高いっていうのもさっきのフェラーリと比べてしまうと何でも安く感じるんだけれども、今度ちょっと一体深呼吸してリセットしてから日本人、アメリカ人、日本車普通の日本の車両好きな人の目線で見ていきましょう。1977年式ダットさん710セダン。かなりオリジナルものですよね。34,000マイル走行、54,700キロ走行になります。これはアメリカ仕様、アメリカ用に作られた、超懐かしい若い時にこういう車がもういっぱいいましたよね。9350ドル、144万9250円で落札されました。まあの金額ですよね。悪くはないです。2001年トヨタ MR2 スパイダー。13万1000マイル走行というのは21万キロ走行、かなり走っているものなのに、9900ドル、153万4500円で落札されました。次、1973年ダットさん 240Z クーペ。1万9000マイル、3万キロしか走ってないです。あんまり走ってない、綺麗な車両で、これは買い得だったんじゃないのかなと思います。1万1000ドル、170万円で落札されました。これは買い得という感じは、しますよね。もう買えないですよね、1万ドル台で。1979年、ホンダシビック CVCC ハッチバック。懐かしい車ですよね。9万3000キロ走行。落札されました。これも悪くはないのかなと思う。1万3200ドル。204万6000円で落札される。悪くはないなというのはあくまでもアメリカ人の目線。今のアメリカの市場の中の目線。次。これはちょっと珍しい。バイクはあまり出なかったっていうか、2024年で作られたかな。ホンダモンキー。大好きなモンキー。昔のモンキー大好きなんだけど、2024年式もあったかって、もう自分は知らなかったんだけど、35マイルしか走ってないです。もう新車ですね。56キロしか走ってないです。16,500ドル。255万7500円で落札されました。なんか高いなって感じるんだけど、どうでしょうね。
1993年、日産フェアレディターボ Z クーペ。これは日本車ですよ。日本の仕様の右ハンドル車。8万キロ走行。18,700ドル。289万8,500円で落札されました。綺麗に見えますよね。すごい程度の良さそうに見えるものなので、買い得だったんじゃないのかなっていう、悪くはないと思います。ちなみにもう一つ、オークションだから、落札された値段の上に、プラスされるバイアスフィーというのは通常あるので、プラス1割、10% っていうのはよく、あるパターンです。これはね、落札されなかった車両、もう一台気になったのはありました。どこまで上がってるのかなって、日本の軽自動車、軽トラですよね。1999年式のホンダアクティ。自分も前、所有したことあるんだけれども、51,000キロ。これはホットウィール仕様にちょっと改造されている車両なんですが、落札にならなかったんですよね。どこまでビッドが上がったのか。2万ドルまで上がりましたよね。2万ドルというのは310万円ですよね。310万円。軽トラで99年式の軽トラで300万を超えて、それでも売れなかったというのは、いくら希望していたんだろうな。軽自動車の値段も上がっていくんじゃないかと思われますよね。1993年式日産スカイライン10万9000キロ。これも日本から来た車両です。これは GTST の 2.5 ターボ。ラッピングされてる、程度はどうかなって写真からいくと、23,100ドルで落札されました。358万。ちょっと程度はどうなのか、もしかしたらすごい買った人がラッキーだったのかわかんないんだけど、もうちょっと価値がアメリカ国内であるんじゃないのかなと思います。これはびっくりですよ。びっくり。本当にもうこの中では一番びっくりかもしれない。1991年式、日産フィガロ。フィガロはそんなにあるか昔アメリカで6,000、7,000ドルで売りに出しても売れなかった車両が25,300ドルで落札されました。あとほぼ400万円ですよ。400万円のフィガロ。相当走行距離が少ないだろうと思いたいんだけど、すごいな。1989年日産 300ZXGS。これはアメリカ仕様に作られた7,600マイル走行。12,231キロ。落札された値段が上がっているのかな ?28,600 ドル。443万3,000円で。妥当なのかなそれから程度が良さそうですよね。7,600マイルは非常に少ない方ですよね。2004年、ホンダ S2000。どんどん S2000 はどんどん値段が上がってますよ。これ左ハンドル車で29,700ドル。460万3,500円。いい値段ですよね。1994年ピックアップトラック。これはびっくりするかもしれません。トヨタのピックアップトラックですよね。11万8000マイル、18万9903キロ走行。このトラックを見ると、やっぱりバックトゥザフューチャーというちょっと懐かしいところが少しあって、話題のトラックになってるから少し高いのかなと思うんだけど、まさか3万3000ドル、511万5000円で落札されました。わお。1994年マツダ RX7。RX7 程度のいいですよ。これ左ハンドル車アメリカ仕様のもの。走行距離はちょっと不明ですが、5万5000ドル。852万5000円で落札となりました。RX7 は貴重品ですよ。RX7 はガンガン上がっていくと思います。1995年日産スカイライン GTR R33。これは残念ながら落札されなかったんだけれども、この値段まで上がってきましたよね。要するに、なんで売れなかった、落札にならなかったかというと、売り主がもっと高い値段を狙ってたので断ったんですよ。6万5000ドル、7万5000円まで上がったのに決まらなかった。落札とならなかった車両になりました。6万2000キロ走行ですよ。どうでしょうね。もうちょっと高く行くべきだったのかな。1978年トヨタ FJ ランクルーザー。これはアメリカ仕様のものだと思いますが、びっくりしないでくださいね。8万8000ドル。1364万円で落札されました。
すごい、どんどん上がっている中で、まだ3万ドル台、4万ドル台のあるかと思ったんだけど、まさか8万ドル台、ほぼ9万ドル台まで上がったのか。びっくりですよ。2009年日産 GTR、1900マイル、3000キロ走行、落札されました。これちょっとびっくりしましたよね。10万7000ドル、1658万5000円で落札されました。これは珍しい車ですね。2021年式レクサス LC500 コンバーティブルオープンですよね。355マイル、571キロ走行。全然走ってないです。あんまり見ない車です。珍しいですよね、この車は。11万ドルちょうどで落札されました。1705万円になります。これは結構びっくりですよね。2008年式ホンダ S2000 クラブレーサー。レア車ですよね。13万2000ドル。2460万円の金額になりました。びっくりですよね。すごいことです。最後の3台になります。1970年式ダットさん 240Z。有名な車両ですよね。いろんなメダル、トロフィーなどを受賞されている車なのですが、15万4000ドルで落札されました。2387万円になりました。すごいな。どんどん上がってますよね。そして最後、びっくりナンバーワンは、1998年式トヨタスープラ、80スープラのことですよ。ターボ車ですよね。6000マイル走行、9656キロ走行になります。この車は一番インターネットに話題になった結果になりました。24万2000ドル、3751万円で落札されました。3750万円の90年代の日本車。日本車の強み、日本車の流れ、昔の日本車、2000年代でも1990年代の車の人気が止まらないです。どんどん上がっていってます。多少のちょっとアジャスト、調整が少し入っても、まだ傾向はこういう感じなんですよ。旧車持ってる方、維持するのは大変だと思うんだけど、長い目で考えると、高額で売れることがあるかもしれませんね。間違いなく日本車、フェラーリ車、名車というものが、どんどん上がっているのは間違いないことと、今年2026年に入って確信しました。大阪オートメッセめちゃくちゃ楽しみにしてます。6D 号館の2階か3階の方なんですが、スティーブ・テキセンのブースがあるので、そこに自分のスケジュール表、どこに何時に回るのかということも書いておきますので、もしブースで会えなくても、そのスケジュールに基づいている場所まで来ていただければお会いしたいと思います。サムズアップの写真、ツーショットしましょう。よろしくお願いいたします。日々、前進、前向きに、笑顔で、サムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。では、大阪でお会いしましょう。失礼します。